はい、こんにちは。ではですね、次は、テイラーさんのスパイダーね、こちらなんだっけな、名前ちょっと忘れましたけど、テイラーさんの、割と新しいんですが、もう2、3年経ってるのかな、スパイダー型です。後で調べて載せておきますが、手前がね、TM トラスですね。トラスのテイラーさん TM1 ね。でシルエット似てるんですけど、ここ若干短くなってるね。ヘッドもすごく小ぶりに見えるんですけどね、こうやって見るとあんま変わんないですね、このね幅、でキャメロンさんのピン型と比べるとやはり長さがねだいぶ違うんで、やはりその2センチねオフフィットつって言った時に結構、2センチって言ったら端の方になりますからね。この幅は小さいので、1センチ2センチってなるとかなり幅が端の方になるということですね。でこちらのパターンはやはりマイナスなんですが、4度のロフトがありますので、今5という数字に合わせています。はい、5です。ということはマイナス1度、ね。でやはりね、ボールが1回転するまでの時間を見ても、例えばプラス、4度だと、これだけ長ければ長いほど時間がかかってるということですね。でこれはヘッドを浮かせる具合で、こうやって見ていくとどんどん短くなってちっちゃくなりますよね。つまり1回転するまでの時間がマイナス0マイナス1は非常に早く1回転しているということになります。それからボールが転がった距離は4度のロフトと比べるとマイナス1度の方がどんどんね伸びているということですね。でヘッドを浮かせる具合に関しては、このパターンですと12から15ぐらい、9よりは明らかにいいんですが、それ以上浮かせますと今度、順回転はかかるんですけれども、少しばらつきが出ますので、12から14ぐらいまで、14、15まで。で今ね12ミリ浮かせた状態にセットしました。クラブヘッドね、地面から見てください。ここの幅ね、指1本ぐらい入る感じですよね。12ミリ浮いてます。はい、では同じようにセンターからスタートして12ミリ浮かせね、12ミリ浮かせのマイナス1ロフトのセンター、綺麗に転がってます。綺麗に転がりました。じゃあ等1センチいきます。等1センチね。これもいいですね。綺麗に入りました。マレットもね、いろいろ、これで、1、2、パターでいうと、4本目の試験になりますが、等1センチ、等2センチ、等1センチで外れたのもあったか。でも、ヒールよりはね、等の方が入る。これヒール1センチ。ヒール2センチは特にやっぱり幅が狭いからね、これヒール1センチです。左目から入ってますね。ここが怪しいんじゃないですか。ヒール2センチっていうともうここなんですよね。すごい上からもうちょっと引いてみていただくと結構左でしょ、ですからここまで左で打つ人いるんですかっていうね、そういう問題もありますが、これ入んないね。やっぱりヒール2センチは入んないです。はい、もう一回やってみます。これは TM1 でも言えたことで、やっぱりヘッドがこうギュッと凝縮してますのでね、ヒール2センチまでずれてしまうと、これは入るか。入るときと入らないときがあると。もう一周してみますね。
ール2センチだけが外れました。でもこうやって見るとオフフィット試験っていうのは結構ずれて大丈夫ってことかな。はい、センターです。センターやや右から入りました。あ、ごめんなさい、等1センチですね。等1センチいきます。あ、これ綺麗、すごい綺麗に転がって、はい、真ん中から入りました。等1センチ問題なし。等の2センチ、ここね、等2センチ。音がちょっとね、ちょっとそれから右側から入ってる。はい、ヒール1センチね、はい、12ミリ浮かせですよ、12ミリ浮かせ。このパターは12ミリから14ミリがいいから。で、あともう一つ言い損なったのは、このパターね、弾きがいいので、この位置を1センチ半ぐらい短くしてます。前回やった設定よりもすごく弾きがいいんで強くなっちゃうんですよ。ですからそこでちょっと言い忘れました。バックスイングの大きさを小さくしてます。そうしないとフェアでないというか、これヒール2センチ同じ条件にならないね。ですので、強いボールですとカップの方向行けば入るし、逆にこうオフヒットした時にそのトルクが発生するんで、外れる率も高くなってしまうという。はい、今ヒール2センチ入りましたが、1回だけねヒール2センチが左に抜けて外れると。でヒール2センチと2センチで打つことがあるんですかっていう、そういう話にもなりますが、少なくともヘッドを浮かせる度合いとそのマイナスの度合いね、であとはオフフィットっていうことの組み合わせでやっていったところ、どうですかね、皆さんの判断にもよると思うんですけれども、非常に性能としてはマレットのね、このピン型も、いい結果が出て、でむしろこのピン型の方が割とパーフェクト、な結果が出てます。はい、では引き続きですね、またいろいろ実験を変えてやっていきたいと思いますので、次回をお楽しみにしてください。さよなら。